皆さんこんにちは、ひときです。オノマップという日本語を教える YouTube チャンネルをしていたり、遊びながら日本語を勉強できる GoGo ジェスチャーというカードゲームを作っていたり、日本で医者をしていたりします。今日は医者は血を見ることになれるのかというテーマでお話ししたいと思います。皆さんは血を見るのが大丈夫なタイプですか？それとも見るととても怖くてダメなタイプですか？医者は血を見ても全然大丈夫な人、なんかちょっとサイコパスみたいな人だって思う人もいるかもしれません。実際に血を流している人が目の前にいて、血が怖いと言って医者が何もしてくれなかったらちょっと困っちゃいますよね。そこで医者になる人ってもともと血を見るのが大丈夫な人なのっていう疑問が湧くと思います。そういう話を実際に医者の人がしているのってあんまり聞いたことがないので、今日はそれについて話してみたいと思います。実を言うと僕も最初は血がすごい苦手でした。特に血が出ている瞬間を見ると、なんか体から大切なものがどんどんなくなっているような気がして、自分の力もすごく抜けていってしまうような感じがしました。しかも僕は採血をされるとき、すぐ気持ち悪くなってしまう人なので、毎回血のテストをするときは横になりながら血を取ってもらいます。そういったこともあるので、いやー本当に僕は医者になれるのかなと心配していた時期もありました。そうなんですけど、結論を最初に言うと、血は全然大丈夫になりました。大学では人の体について少しずつ勉強していくんですよね。最初はもう細胞とかそういう小さな小さなことを勉強して、だんだんと大きなもの、そして最後は臓器について勉強していきます。その途中で実際に亡くなった人の体を使って勉強させてもらう場面もあり、もうその時は毎日朝から夜まで何ヶ月かにわたって勉強します。そういう経験をしていると、なぜか人間って慣れてくるんでしょうね。きっとみんなが普段食べている食べ物もよくよく考えたら結構グロテスクなものとかもあると思うんですよ。食べている時にはあんまり気にしないように、なんか医者の仕事ももうこれは仕事だとなった瞬間に、もうその人を助けることにすごく集中するので、そんな血が怖いとかいう感覚は全然ないですね。人間の慣れっていうのは本当に恐ろしいですね。とはいえ、休みの日にショッピングモールにいて、急に手が取れた人とか見たらすごいびっくりしますけどね。少なくとも最初はみんなと同じようなすごいびっくりした反応をすると思います。でも少し経ったら多分もうプロフェッショナルのモードに変わってすぐにその人にできることをすると思いますね。血を見ることとかそういう少しグロテスクなことに慣れたのは経験もそうですけど一番は知識をつけたからだと思います。体のどこに何があるかを知っていると、結構それだけでも怖さが減ります。自分の目に見えてるものはもう知っているものになるので、そういうレベルになるときっと怖いものはなくなっていくんでしょうね。やっぱり人間は昔からそうですけど、何かわからないものに関してはすごく怖さを感じて、それが独特の宗教につながったり、ユニークな考え方が生まれたりしていますよね。でもその後科学が進歩していろいろ分かってくるようになると、例えば生贄とかそういう悲しい伝統はかなり減ってきたと思います。なので皆さんが恐れているものがあるとしたら、もしかするとそれは慣れが足りないのかもしれません。例えば日本語学習で言えば、日本人と話すことが怖いっていうことは、つまり日本人と話す練習が全然足りていないということになります。ですので、オンラインのレッスンを受けてみたり、あとは言語交換アプリで日本人と話してみるのもいいと思います。その時にもしフリートークとか怖いって思う人がいれば、僕はそんな人に会話のきっかけとなるような日本語カードゲーム55ジェスチャーを作っているので、キックスターターも残り2、3週間しかないので、ぜひ今のうちにサポートしてみてください。皆さんが今後も素敵な出会いがあり、毎日ワクワクした生活が送れることを僕はとても願っています。それでは皆さんありがとうございました。